こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、ソラさんからの質問です。デザイナーの仕事に憧れ、斉藤直樹先生のお絵描きドリルを購入し、イラストを頑張りたいと思っているのですが、モチベーションが続かず、毎日三日坊主になってしまいます。練習へのモチベーションの保ち方、業界で需要が高い絵はどのようなものが多いのか、ご教示いただけると幸いです。これからも斉藤直樹先生のことを変わらず応援しています。とのことです。はい、ソラさん、ご質問ありがとうございます。モチベーションについての質問ってすごく多くて、皆さんモチベーションの管理、やる気を上げるための工夫について、すごくね、苦労されているんだなってひしひしと感じます。でね、僕がそういう質問を聞いて、率直に思うのは、みんなモチベーションだけに頼りすぎてないってことです。っていうのは、僕の身の回りにいる、今活躍できているクリエイターさんを見ると、決してね、モチベーションがどうたらって、そこまで話題にしたり、意識したりしている人、そんなにね、見たことないんですよね。それはなぜなのか考えてみると、おそらくね、そもそもモチベーションにそんなに頼ってないんじゃないかって思うんですよね。若くて、そしてこれから業界で活躍したいっていう人の口からは、頻繁にモチベーションという言葉が出てくるのに、今活躍しているクリエイターは、モチベーションについてそんなに口にしなくなる。ここにはね、すごく大きなギャップがあるように感じます。なぜそのようなことが起きるのか。それを考えるには、もう少しね、詳しくモチベーションというものを分解して、わかりやすく考えてみることが必要なんじゃないかと思いました。はい。なので今日はですね、僕と一緒にモチベーションについて少し整理して考えてみましょう。自分は何がしたいのか考えてみよう。そもそもモチベーションって何なのか、そこから始めていきましょうか。モチベーションを調べてみると、動機づけ、あとは行動を行う理由という意味です。つまり、モチベーションがある状態ってどういうことなのかというと、何かの行動に対して強烈な動機ややる理由がある状態、それが持続している状態のことを言うと思います。例えばね、絵が上手くなりたいっていう欲求に対しても、なんで絵が上手くなりたいのか、その動機や理由がはっきりしていると、モチベーションが高い状態って保てるんだと思うんですよ。例えばね、僕が20代の頃に強烈にあった行動理由が、モテたい、目立ちたい、稼ぎたいでした。僕がね、思い描いていたストーリーはこんな感じです。よーし、フリーランスにもなったし、上手くなるぞ。絵が上手くなれば、たくさん仕事来るはずだよね。そしたら、その中には有名な案件とか、誰もが知っている企業からの依頼もあったりするだろうな。うわ、そしたら、絶対たくさんの絵描きの中でも目立つよね。たくさん褒められちゃうかも。しかも、有名な企業からの依頼だったら、当然ギャラもたくさんもらえるんだろうか。いやもう絶対高いはずだよね。そして、もうめっちゃ儲かったら、じゃあモテるでしょ。やべえ、絶対そうなりたい。よーし、頑張って。上手くなるぞ。はい。言葉にすると、めちゃくちゃ浅はかなやつに見えるかもしれませんが、実際ね、僕のモチベーションの正体ってこれでした。絵が上手くなるという行動と、それを行う理由、モテたい、目立ちたい、稼ぎたいが一セットになって、で、初めてモチベーションが生まれてくるっていうことですね。もちろんね、この理由については、人それぞれだと思います。僕はね、モテたい、目立ちたい、稼ぎたいでしたが、人間のタイプによってはね、人に感謝されたいとか、自分の存在を時代に刻み込みたいとか、そういうのが前に来る人もいると思います。そういうね、行動原理みたいなものって、なんかかっこいいからこれ選ぼうとか、そういうんじゃなくて、もう人間のね、本質に関わることなので、あんまりね、自分に嘘ついてもしょうがないんですよね。いや、僕もね、できれば、自分の存在をこの時代に刻み込みたいから、使命感でやってます。とかね、そんなかっこいいこと言いたいですよ。でも、しょうがないじゃないですか。僕の行動原理から湧き出てくるものが、モテたい、目立ちたい、稼ぎたいだけなんですから。はい。そこが浅い人間なんですよ、僕は。でも、この3つの理由のためなら、めちゃくちゃ頑張ることができる。それが僕という人間です。モテたい、稼ぎたい、うおーみたいな。もうそうなってる時は、もうものすごいドーパミンドバドバ出ているので、無理することができちゃう。そういう体なんですよね、この体は。例えばですね、今考えるとすごい体力だったなーって、自分でびっくりするんですが、僕はね、ゲーム会社で働いていた時、めちゃめちゃモチベーションに溢れていたんですよ。もうね、モチベーションお化けと
言っても過言ではなかったと思います。ゲーム会社ってね、大体は10時出社だと思うんですが、僕なんとその中で8時半には出社していました。いや、正社員じゃないので、当然ね、そういう契約じゃないから残業代みたいなものないですし、頼まれてもね、ないんですよ。でもね、僕は好きでただただ早く出社して、みんなのね、絵の成果物を確認して、そして自分の絵に取り入れたくてですね、まだ明かりがついていない暗いオフィスで、他の人の提出物をこう確認してですね、うおー、これすげえ、これ絶対取り入れられる。あ、このラフもすごい。あ、こうやって描くから清書の時に破綻なく綺麗に仕上げることができるんだな。うわ、この人早っ。やっぱこの速度で描くのが一流の仕事なんだなとか、もう朝っぱらからテンションマックスでした。で、それにとどまらず、会社が終わったあとはですね、もうこれもね、頼まれてもないのに、絵についての研究会みたいなものを開いていたこともありましたね。こう、希望者を募ってですね、今流行っているコンテンツと、あとは少し古いコンテンツの絵を並べるんですよ。で、どこがどう新しい表現になってきているのか、流行りの絵の傾向ってどういう部分に現れてきているのかってね、仲間たちと意見を出し合ってですね、ああだこうだ、議論していたんですよね。で、それが終わって夜9時10時ぐらいに家に着いて、で、ご飯食べたらそこから寝るまで今度は外注の仕事をやるわけです。もう一日中ね、そんな調子なんですよ。皆さんもね、年齢とか自分の状態がピタッと重なってモチベーションがすっごく高まっている時期が人生に数回あると思います。もうその時期はですね、ボーナスステージみたいなもんなので無限にモチベーションが湧いてくると思います。ただこれはですね、もう時間が経つといつの間にか終わってしまうものなので、その間になるべくやれることはやっておいた方がいいと思います。で、そういう時期を迎えるためには、さっきも言ったように自分の根源的な欲求は何なのか、そこをね、まず知っておく必要があるっていうことなんですね。もうカッコつけてね、こういう理由で頑張るぞとか思い込もうとしても、それがね、自分の本当の気持ちとずれていると、モチベーションってなかなか湧いてこないものだと思います。なので、モチベーションがなかなか湧いてこないっていう人は、自己分析が足りていない、そういう可能性があると思いますので、質問者のソラさんは自分に嘘をつかずに、本当は何をしたいのか、まずはじっくりと考えてみるといいと思います。モチベーションを下げない工夫をしよう。でね、ここまで聞いて、よっしゃー、じゃあモチベーションガンガン上げてくぞって思った人も多いと思うんですが、ちょっと待ってください。モチベーションはですね、上げることよりも下げないことを考える方が100倍大事だと覚えておいてください。というのはね、僕の場合は目立ちたいとかいう、そういうアグレッシブな頑張り方ができるタイプの人間でしたが、そもそもね、そういう人間ばかりではないんですよ。自分をね、深掘りしていった結果、自分の欲求として一番強い欲求が目立たずにひっそりと楽しみたいっていうことだったりすることも、それはそれでね、多いと思うんですよ。いや、これですね、僕みたいな目立ちたがり屋からすると、ものすごく意外な事実なんですが、そういう人すごく多いです。実際僕がゲーム会社で働いていた時も、色塗りのね、アシスタント的な仕事をしている女性がいて、僕はね、当然その方はいつか自分個人として活躍するために、その下積みとしてアシスタントをやっているんだと思い込んでいたんです。でもね、ある日その方が言った言葉に僕かなりびっくりしたんですよ。活躍？いや、活躍絶対したくないです。私はあくまで裏方で、もうひっそりとね、仕事を楽しんでいたいんですよ。もう活躍とか怖いですっておっしゃっていたんですよ。そういう見方もあるんだ。そういう方もいるんだなって目を開かれた気持ちでした。そういう人って何か強烈な欲求のために無理して頑張るっていうタイプではないと思うので、そもそもモチベーションを上げようとしても上がりにくい体質だと思うんですよ。じゃあそのタイプは何を意識すればいいのかっていうと、モチベーションを上げることではありません。モチベーションを下げない努力をしてください。はい。実際これはね、かなり大事です。こういうタイプの人はモチベーションを上がるものを探すんじゃなく、自分のモチベーションを下げる原因について考えてみるんです。例えば具体的に言うと、人にけなされたり批評されたりすることでモチベーションが下がってしまう、そういう人もいるでしょう。そういう場合にはですね、作品をあんまり人に見せないとか、見せたとしてもコメントをあんまり自分で見ないとか、あとは見せる回数を減らすっていうことを意識するっていうこともあり得ると思います。時代的にはね、SNS 全盛の世の中ですから、アルゴリズム的な正解としてね、どんどん作品を発表して定期的にアピールし続けなきゃいけないよっていう、そういうアドバイスがあると思うんです。それ自体はね、もう全然間違ってないんですが、じゃあそれがあなたにとって正解かというと、これはね、そうとも言い切れないと思うんです。もうさっき言ったように、ひっそり楽しく生きていたいって心から願っている人にとって、もう作
品をガンガン表に出していって、そして批評を受けることって、そんなことを望んでないわけじゃないですか、その人にとっては。だからそういう人は逆にモチベーションを下げる原因にもなりかねないので、そのタイプの人はね、コメントをあんまり見ないか、あるいは小出しに一個一個ね、出していくよりも、もう貯めて、一気にこうドバーッと出した方がいい場合もあると思います。あとはそうだな、モチベーションを下げる原因としては、書くのが面倒すぎるっていうのもあると思うんですね。そういう人は絵柄を今よりも単純化して、そんなに手数を増やさないでも成立するような、そういう絵作りをするのがいいと思いますし、あとは例えば仕事とかで納期がきつくてモチベーションが下がってしまうっていう人は、すいません。その納期ではちょっと無理です。もう少しだけ納期を伸ばしてください。って交渉して納期を伸ばしましょう。これ割と重要で、相手からね、言われる納期ってもう絶対だと思い込んでいる人多いんですが、ほとんどの場合、早めの納期を伝えられるはずなので、交渉すればほぼ間違いなく納期は伸ばせます。これをしないでね、無理してモチベーションを下げてしまう人、プロでもかなり多いので、ここはね、しっかりと管理したいところですね。さっき人間のタイプによっては、モチベーションを下げない工夫の方が大事と言いましたが、これは同じ人間であってもね、時期によってはこっちの方が大事になってくる場合もあります。例えば、まさに僕なんですが、僕ね、もう正直モテたい稼ぎたいって、今そんなに強くは思ってないんですよ。いや、だって、今もそう強く思ってたら、やばいじゃないですか。僕結婚してますからね。これもですね、僕の器の小ささが見透かされるようで、若干恥ずかしいところもあるんですが、僕ってですね、そんなに多くを望まない人間っぽいんですよね。いや、もちろんね、人によっては、奥さんもいるけど、別の人も何人もいたり、もっとモテたいって、どんどん欲求を広げていく人もいますし、お金に関してもね、1億稼いでも次は10億、いや100億ってね、際限なく上を目指していける人もいると思うんですよ。ただね、ある程度のところで、僕のようにハッと気づいちゃう人も多いと思うんですよね。あれ？俺もう満足しちゃってるわ。昔は強烈な欲求があったけど、今はある程度それを達成してしまって、以前ほど強いモチベーションが湧かなくなってしまった。そういう段階の人もですね、モチベーションを上げることよりも下げないことを意識した方がいい場合があると思います。あなたはどんな時にモチベーションが下がりますか？原因を分析して、なるべくね、それを遠ざける工夫をしてみましょう。モチベーションに頼らない方法も考えよう。はい。ここまでは、モチベーションを上げる方法、そして、モチベーションを下げない方法についてお話ししてきました。ただね、特にプロとして絵を描いていく人は、ここからが大事な話なんです。僕が思うにですね、皆さんモチベーションに頼りすぎ。はい。頼りすぎです。いや、だってね、モチベーションなんて、いろんな外的要因で上がり下がり繰り返してしまうわけですよ。よーし、頑張るぞって気持ちが上がった状態だったのに、誰かに送った LINE にね、なかなか既読がつかなくて、見てないのこれ。どうなので、そわそわ気になっちゃって、やる気がこう、そがれちゃったりとか、あとはなんかこう、嫌な連絡受けちゃったりとか、あとはこう、書いてる途中で、そういえば、あれもやらなきゃ。そういえば、あれもやんなきゃ。もう、やるべきことがどんどん浮かんできて、で、それで集中力が途切れちゃう。そういうことばっかりじゃないですか。モチベーションに頼りすぎていると、ひょんなきっかけでモチベーションが下がったら活動できないっていうことにもなりかねないので、そもそもモチベーションに頼りすぎることは危険だと言えると思います。あとはね、さっきから聞いていて分かった人もいると思うんですが、モチベーションの正体って、実はね、もう半分以上が勘違い。もっと言ったらね、妄想なんですよ。絵が上手くなったらモテるはず、稼げるはずって僕は思い込んでましたが、いや、今になったらはっきりわかります。もうモテるためだったら違うことをやった方がいいし、効率的に稼ぐにしてもね、少なくとも絵じゃない方がいいです。はい。どう考えてもそうですよ。僕がね、ちょっとバカだったので、そういう妄想を心から信じられましたし、あとはもう時代もあったと思います、正直。僕が子供の頃、インターネットなかったですからね。でも今は情報に溢れていて、良くも悪くも勘違いがしにくい世の中だと思います。正確な情報を手に入れられる一方で、変な妄想を膨らませづらくなっていると思うので、その意味ではね、そもそもがね、モチベーションを持ちづらい世の中とも言えるかもしれません。そういう中で何が大事なのかって言えば、モチベーションに頼らずに創作を進める方法を確立することです。例えば僕がやっているのは、カレンダーの予定をただこなすという工夫です。僕はこんな感じで、カレンダーにあらかじめの予定
定を書き込んでいます。赤い文字はクライアントワークで、青い文字は YouTube の撮影。で、黄色い文字は動画の公開ですね。で、緑が休暇です。で、モチベーションがあろうがなかろうが、ここに書き込んでいる予定は、何があってもその日に達成するっていうことをあらかじめ決めちゃってるんですね。例えば、青い文字は YouTube 撮影なので、ここって別にやらなくてもいいっちゃいいことではあるんですよ。だって誰にも頼まれてないので。なので、ともすると、モチベーションがない時にはやらないっていうことになりかねないんですけど、もうここに書いてあるので、この日にやらないと気持ち悪くなっちゃうんですね。やりたいからやるではなくて、ここに書いちゃってるからやる。もうね、モチベーションがどうかとかも関係ないんですよ。プロで仕事をしている人って、もう僕だけじゃなく、大体こんな感じだと思います。自分はモチベーションの上がり下がり激しいなって思っている人、ぜひこの方法も合わせて考えてみてください。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回はモチベーションについての話だったんですが、こういった質問がね、とにかく多いので、今回はすごく丁寧めに解説してみました。またね、絵のモチベーションは絵が気持ちよく描ければ上がるという人も多いと思うんですが、そんな時にはこちらの動画、伝授します。絵を気持ちよく描くコツが役に立つと思います。ちょっとした工夫をすることで、絵って劇的に気持ちよく描けるよっていうコツをお伝えした動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。